はい、今回は1991年に F1 に参戦したモデナ・ランボルギーニチームを紹介したいと思います。このチームはランボルギーニの名前が入っているので、ランボルギーニのワークスチームかと思いきや、そういうわけではないようです。しかもこのチーム消滅しかかったんですけど、日本のあるスポンサーのおかげで参戦することができたようです。その辺も含めて紹介したいと思います。マシンは、モデナランボ291と言います。メキシコのビジネスマンフェルナンド・ゴンザレス・ルナが設立したグラスチームとランボルギーニが組みスポンサーを集めた。マシンデザインはユーロブルーに在籍したマリオ・トレンティーノ。しかし90年6月ルナが資金を持ち逃げ、ランボルギーニがチーム存続を支援。このチームどういう経緯でできたのかというと、メキシコのフェルナンド・ゴンザレス・ルナという人がグラスというチームを作ったんですね。そこにランボルギーニが一緒になって F1 に出る、そんな計画だったみたいですね。で、マシンをデザインしたのはユーロブルンに在籍したマリオ・トレンティーノという方ですね。ちょっとマイナーなので私知らなかったんですけど、そんな感じだったんですが、90年6月にチーム代表と言っていいんですかね。そのゴンザレス・ルナが資金を持っていなくなったと。正確な情報かどうかわかんないんですけど、2000万ドルという金額らしいんですけど、持っていなくなっちゃったので、チームはお金が全くなくなっちゃったということでしょうね。だけど、エントリーも済ませて参戦準備を進めてたので、ひとまずランボルギーニが支援をする形で活動を続けていったようです。90年7月には初テスト走行、サンマリノグランプリの最速ラップから 4.7 秒遅れ。その後、日本の土井産業がスポンサーについたことで、91年の参戦が実現。ドライバーはニコラ・ラリーニ、エリック・バンデポールという体制での参戦になりました。実際に参戦するのは91年で、90年の7月にはマシンのシェイクダウンをしてるわけですから、準備自体は前もってちゃんと進めてたんですね。で、マシンの速さはサンマリノグランプリの最速ラップから 4.7 秒遅れ。シェイクダウンと考えれば、上出来ですよね。なので、とんでもなく遅いマシンというわけじゃないですよね。ここから熟成させればなんとかなるのかなという感じがします。とはいえ、資金難だったんですけど、日本の土井産業がスポンサーについたと。マシンにセントラルパークって書いてありますよね。あれですよね。このスポンサー支援によって参戦するための資金の目処がついたっていうことでしょうかね。セントラルパークってラルースもスポンサーしてましたよね。実はこの時土井産業っていうのは結構 F1 を陰で支えてたんですね。こういう弱小チームを支えて参戦の手助けができるぐらいの金額を出してくれてたわけですから、結構 F1 に貢献したって言っていいと思います。で、ドライバーはニコラ・ラリーニ。一応この人はね F1 経験者ですね。で、エリック・バンデポール。バンデポールさんは国際 F3000 2位でしたかね。だからドライバーの組み合わせとしてはそんなに悪くないですよね。で、実際91年参戦してどうだったかってことなんですけど、前半戦は予備予選組、最高位はアメリカグランプリでのラリーニ7位、決勝進出はラリーニ5回、バンデポール1回、入賞のチャンスはサンマリノ GP でバンデポールが予選21位から5位まで浮上。しかしガス欠により9位に終わる。チームのミスによるガス欠だった。新しいチームなので予備予選組だったわけなんですけども、でも初戦のアメリカグランプリで7位に入ったことで後半戦は予備予選を免除してもらえたんですね。でも何しろこの時は出走台数が多い時代だったので、予備予選でふるいにかけられて予選でもさらに落とされちゃうって時代だったので、本予選に進んで決勝のグリッドにつくのも結構大変だった時代なので、新しいチームにとっては非常に厳しい時代で、決勝に出れたのはラリーニで5回、バンデポールで1回だけだったということなんですね。で、じゃあ入賞するチャンスはなかったのかというと、実はあって、サンマリノグランプリでバンデポールが5位まで上がったらしいんですね。だけどチームの計算ミスなんですかね。ガス欠になっちゃって最後で何台かに抜かれて9位になっちゃったと。これはあまりにもったいないミスですよね。この91年のサンマリノグランプリっていうのは私結構印象的で、
中島選手がレース序盤、雨の中4位に上がって3位のステファノ・モデナに追いついてきて、だけどマシンが壊れてリタイアしてしまった。非常にもったいないって思ったレースなんですけど、それに匹敵するぐらいもったいないバンデポールのポイントを取り逃したという出来事ですよね。この時にポイントを取ってれば、もしかしたらスポンサーがもっとついたかもしれないし、このチームの行く末が少しは変わったかもしれないですね。まあ結局苦戦してたった1年で消えてしまうこのチームなんですけど、このモデナランボ291という車、まあ私が思う弱点はこの辺だと思います。小さいサイドポンツーン、ラジエーターを斜めに配置、冷却効率に疑問。その後、箱型サイドポンツーンをテストするも実践投入せず、液パイ排熱部も開口、エアフローは最低、車重 522kg、オーバーウェイトは V12 の宿命、最初の小さいサイドポンツーン。この車サイドポンツーンが三角形の形してますよね。ラジエーターはまっすぐ風が当たるんじゃなくて、斜めに配置されてて、横から排熱するように穴が開いてますよね。この形状で十分冷えるのかっていうのが非常に疑問なのと、空気の流れとしても何かおかしいんじゃないかなと思います。で、このマシンをデザインしたマリオ・トレンティーノさんっていうのは、割と早くいなくなっちゃって、後任の人が来るんですけど、その時にサイドポンツーン、通常の形の四角い箱型のやつをテストするんですけど、なんか結局何も効果がなかったみたいで実践投入しなかったんですよね。なんで三角型のサイドポンツーン自体疑問ではあるんですけど、そこの形を変えても変わんなかったってことは、根本的に車全体のエアロのデザインおかしいのかなとも思います。で、次に液パイの排熱部も開口。液パイの排熱部ってちょっとまあ言葉が変ですけど、これ写真見てわかる通り、横から液パイ見えてますよね、排気管。これ別にカウルが外してあるから排気管が見えてんじゃなくて、普通に走ってても見えてんですよね。だけどこれシェイクダウンの時の写真だとこんな穴開いてないんですよね。なんで私が最初に疑問に思った冷却効率が悪くて前も後ろも大きい穴を開けたってことなのかなと思います。で、当然そうしちゃうと空気の流れは悪くなりますから、車の車体内部のエアフローが悪いと結局ディフューザーに流れる空気がちゃんと流れないので、車体が生み出すダウンフォースがないんじゃないかって私何度も言ってますけど、この車も大きな穴を2個も開けてるせいでそうなってんじゃないのかなと。狙い通りに空気が流れてないんじゃないのかなと思います。で、車重が 522kg あるらしいんですね。最低重量 500kg オーバーしてるわけなんですけど、オーバーウェイトは V12 の宿命って私書いたんですけど、ただランボルギーニ V12 ってそんなに重くないですよね。正確なところはわかんないですけど、150キロぐらいとかって言われて、補給類を入れたらもっと重いのかもしれないんですけど、その補給類の扱い方がうまくないのか、車体そのものが重いのかわかんないんですけど、何しろ522キロあると。なので、まあこの車は空力も変だし、車重も重いし、それがまず車が遅い大きな理由なのかなと思います。で、エンジンはどうだったのかっていうのをまたちょっとライバルのエンジンと比較したいんですけど、これランボルギーニエンジンの91年のスペックです。前年の90年、ラルースで鈴木あぐりさんが乗ってた時の V12 とは違って、91年にボア&ストロークを変えたらしいです。水冷 V12 度80度は変わらず。で、排気量は 3496cc。で、ボア&ストロークが 87×49 だそうです。前年まではこの一番下のイスズと同じで 85×51.3 だったそうです。なので、より高回転型にしようと思って、ショートストロークに変えたんですね。で、まあ最高出力は開幕時は700馬力ないんじゃないかなと思います。だけど徐々に進化していって700馬力超えていったという感じなのかなと思います。で、この91年型のエンジンは146キロらしいです。まあこれどのメーカーもね、自分たちが勝手に発表してる数字なんで、本当にそうかどうかはわかんないんですけど、ただ V12 にしては重くないエンジンだってことはなんとなくわかります。比較のためにこの91年参戦したヤマハですけど、ごめんなさい。イスズ V12 の時にもエンジンの比較表を出したんですけど、ヤマハのデータ間違ってたみたいですいません。ヤマハってエンジンの細かいデータってあんまり公表しないんですね。改めて調べたら。まあ分かる範囲で改めてちょっと掲載しました。91年にヤマハが作った OX99。これ開発初期のデータですね。V12 で70度です。
で 3498cc でボアストロークは公表してないんですね。で馬力もこれはそう一番最初の馬力が620ぐらいと。でこれも一番最初に作った時のエンジンは165キロぐらいらしいです。でテスト走行だけだったんですが、イス V12 改めて紹介すると、これは V12 で75度 3493cc、 ボア&ストロークは 85×51.3。そう最初にも言いましたけど、1990年まではランボルギーニが採用してたボア&ストロークです。なんでイスズ V12 っていうのはランボルギーニ V12 をお手本にしたんだなってことが分かりますよね。ボア&ストロークは全く同じで作って、V バンクの角度がちょっと違うと。だけど前も紹介した通り、開発当初で646馬力と。でテスト走行した時に 12,900 まで回してたので700馬力近く出してたんじゃないかなと。で重量は158キロだそうです。ランボルギーニっていうのは基本的にワークスエンジンじゃなくて、各チームへカスタマー供給するためのエンジンなんですけど、そう考えると無難な性能だなと思いますね。飛び抜けてパワーがあるわけじゃないけど、それはもちろんコストとか耐久性とかいろんな制限があるわけなのでしょうがないところですよね。だけど91年でおおよそ700馬力ぐらい出てたと。比較してみると、この91年 V12 を初めて作ったヤマハで620馬力とはいえ、ヤマハはワークスエンジンなんでランボルギーニに対してパワーでは遅れを取ってるってことが分かりますね。でテスト走行しかしてないイスズとはいえ、逆にやっぱりこのエンジンって優秀なんだなってことが分かりますね。このイスズ開発当初646馬力ですから、単純に数字だけ見るとヤマハを上回ってるわけですよね。話が行ったり来たりしましたが、ランボルギーニ V12 っていうのはホンダとかフェラーリには及ばないまでもカスタマーエンジンの V12 としてはまあまあ十分な性能を持ってんのかなって言えると思います。で車に話が戻りまして、正式なワークスチームではなかったがランボルギーニミュージアムに展示されているマシン、ラルースやロータスは展示してない、重要な歴史として残したいという証拠なのかなと思います。ランボルギーニのミュージアムにこのモデナランボのマシンは展示してあるらしいです。ランボルギーニとして密接に関わったチームなので重要な歴史の一つということなんでしょうね。だから展示してあるんだと思う。まあその証拠にラルースのマシンとかロータスのマシンは展示してないようなので明確な差があるわけですよね。まあそんなわけでこのモデナランボというチームマシンは最初は夢を持って発足したんだけど、ルナがお金を持って逃げてしまったせいで全く資金のないチームになってしまったと。だけどランボルギーニの支援と主に日本の土井産業のスポンサードを得てなんとか参戦できたと。だけどそういう苦しい体制では続かなくて1年だけで終わってしまったと。そういうことですね。このチーム、この車も私この動画を作るにあたって初めてまともに調べたんですけど、それまではランボルギーニが気まぐれでチームでも作ったんだと思ってました。でちゃんと優秀なデザイナーとか雇わないから変な車ができて1年で飽きちゃってやめたのかなと思ってました。それとはだいぶ違いますよね。ランボルギーニなりにグラスというチームと組んで、もしうまくいったらフルワークスチームとして出ようかなとか、そんなことを考えてたんだと思います。第一歩になるはずだったんだと思います。イメージ的にはザウバーメルセデスというかね、あんな感じにしたかったんじゃないですかね。まあ思ったような活躍ができなかったチームなわけなんですけども、この時代の面白いキャラクターのチームというか、ちょっとかわいそうだけど悲運なチームとして覚えてる方も多いかと思います。皆さんはどんな印象ですか？何かありましたらコメントで教えてください。次回はもうちょっと、技術的ないつも通りの動画に戻ろうかなと思ってます。まだ内容決まってませんけど、はい、また頑張りますのでよろしくお願いします。